長野県の霧ヶ峰高原の近くにある国設和田峠スキー場の跡地に行ってきました。ここはバックカントリーで滑れそうです。はい、ここは、レストハウスみたいなの残ってました。あと中はこのような感じで、もうほったらかしでそのまま残ってました。レンタルスキーとかもそのままあったですね。ブーツとかスキーもありました。この隣の、ところがレンタルスキーですね。で、こんな感じで、スキー場の斜面自体は植林がされていて、かなり木がもうジャングルに戻ってる感じですね。でもなぜかこのレストハウスの建物自体は全く撤去されてない感じです。はい、国設和田峠スキー場っていう場所は簡単に言うと、諏訪インターから美しが原に、ヴィーナスラインを通って行く途中にある、お茶屋さんのところになぜか大きな駐車場があって、そこに昔あったスキー場です。こんな感じでお茶屋さんがあって、その向かい側が、こんな感じでスキー場になっています。で、駐車場はこれスキー場だった駐車場ですね。それは今登山用の駐車場として使っていいので、ここ登山道って感じで、中山道に上がっていくための登山道として今使ってるみたいですね。なので、ここ通るのは OK です。はい。この右にあるのがさっき映したレストハウスですね。レンタルスキーと、冷凍そばが置いてあったのが右の建物です。で、こんな感じですごいジャングルになってますね。ここスキー場だったんですけど、植林したみたいですね。植林の木みたいなのがあったので、この左右の森は全部人工的に植林したみたいですね。こんな感じで、かなり、植林されてますね。これが植林の日で、スキー場のこの下半分ぐらいは、もうジャングルに戻っちゃってますね。なので、下の方はバックカントリースキーできないんですけども、だんだん上がってくると、開けてきて、オープンなフィールドが出てきます。で、冬になるとトレースついてるみたいなので、おそらく地元の方はこれしていますね。左側ですね。斜面は間違いなく滑れますね。ですので、大雪降った時にここ来れば間違いなくバックカントリースキーができると思います。で、これ上がってきたところ、この辺が、中山道の峠ですね。旧中山道の峠になります。なんかちょっと説明の看板とかあるんですけど、熊が出るっていう警告の看板出てますね。ネットの記事によると、鹿がなんか食べられた跡があるとか、そういう、書き込みもあって、ちょっとおっかないですよね。まあ、冬はいいとしても、今ぐらいの季節はまだ熊出るかもしれないですね。これが中山道の、ちょうど峠って感じになります。で、この左側に行くとスキー場って感じですかね。この左右に、登山道が通っていて、右に行くと三峰山の方まで行けます。はい、これが三峰山の方向ですかね。上がっていくと三峰山の方向。で、ここが中山道の、なんか説明があって、ここが昔中山道だったんですね。で、これで、スキー場の方向に行きます。左側のリフトのトップに向かって歩きます。はい。熊出没注意の看板が出てますね。ちょっと怖いですよね。まあ、食われた人はいないと思うんですけども。で、スキー場のトップの方に向かって登ってきます。ちょうどこの左側あたりが滑れると思いますね。ちょうどシャドウが多分30度ぐらいで、雪が積もった時に、冷圧雪の滑ると気持ちよさそうなシャドウですね。あと、ここがいいのは、もともとスキー場だったので、足元に危ないものがないんですよね。なので、雪の量が少なくても、そんなに心配しなくていいというか、板を傷つける、リスクはすごい低いと思います。こんな感じで、下の方はすごい植林してあったんですけども、この上の方はススキの、原っぱになっていて、すごく雪積もったら良さそうですね。はい。まあ実は自分はここの国設和田峠スキー場では滑ったことないんですけども、ネットの記事によると、2000年頃、2003年頃まではシングルリフトは運行してたって話ですね。ですので、営業停止して、まあ20年ちょっとっていう感じですかね。もうこんな感じになっちゃうんですね。はい、ここは滑れそうですよね。おそらく今立ってるところがちょうど左側のリフトのトップあたりだと思います。こんな感じで滑れますね。ここはバリバリいけると思います。下の密林になる手前まではもうバリバリ気持ちよく滑れますね。これは同じ斜面を下から見上げた方角で撮ってるところです。はい。これはちょっと中山道から諏訪の方向にちょっと行ける道があったので入ってみました。はい、この国設和田峠スキー場自分来たことないんですけども、
車山スキー場とか霧ヶ峰がすごい混んでる時に、穴場的に、ここに来てる人もいたみたいですね。沢渡スキー場、車山高原の隣の沢渡スキー場とか、あんなイメージですかね。すごいちっちゃいスキー場って感じですね。国設、この辺近所で言うとエコーバレースキー場も国設ですよね。なんで国設なのかちょっとよくわかんないんですけども、あったんですね。昔は国設のスキー場が。はい。で、これはちょっとお散歩で、三峰山の方向にちょっと登ってみました。ここも滑れるかなと思って見た感じですね。滑れなくはないですね。この左側とかは、雪積もったら、すすきの上に雪が積もったら滑れるかもしれないですね。これは、スキー場の方向に向かってます。ツリーランとか、ちょっとシャドウが、緩いんですよね。シャドウ緩いけど、ツリーランとかできなくはないかもしれないですね。今はこの赤の矢印で書いたような感じで森の中歩いてるんですが、マップ見るとこの赤で丸つけたところ、この辺もなんか怪しいスペースがありますよね。オープンスペース。もしかしたらここも滑れるかもしれないですね。今回ちょっと行ってないんですけども、トライする価値あります。はい、これ、地図見るとよくわかりますよね。どこが植林されてて、植林されてないオープンバーンがどこにあるかっていうのわかりますよね。オープンバーンのところが滑れると思います。はい。結論としてどこが滑れるかっていうのをまとめました。こんな感じで、赤でつけたところが、滑れそうですね。この地図の右下の方、あそこは、最初の方に、動画示した、すすきの原っぱのところですね。あと、この左上のところは、ちょっと今回行ってないんですけども、おそらくこれオープンバーンなんじゃないかなっていう感じがしますね。あと、はい、あとこれ植林が進んでるので、もしかすると時間が経つと、植林されたゾーンが増えちゃうかもしれないですね。残念ながら。はい。はい、こんな感じで、ここは大雪降った時に来てみたいですね。この辺バックカントリースキーだと、霧ヶ峰とか車山のあたりは結構スキーされてる方いますよね。スノーシューの方もいますけども。で、ここはすごい穴場だと思いますね。車山、霧ヶ峰のあたりはそんな急斜面ないですよね。いわゆる本当にパウダーの急斜面、好きな人にとって物足りないエリアですよね。車山の北側ちょっと急なとこありますけども、はい、ここは、もともとスキー場だったんで、スキーの斜面素晴らしいですね。で、真冬にトレースついてるので、地元の方は来てるようですね。はい、ほとんど、情報ネットに出てないですけどもね、多分この動画が初めてかもしれないですね。はい、ここですよね。これ滑れますよね、まさに。はい、2-in-1 の並びの急斜面と同じような感じですよね。はい、もうこれ下に降りてきました。真正面がレストハウスですね。下の方はこのジャングルですね。なのでこの上がり下がりはここの、何ですか、登山道を、ハイクアップっていうか、スキーで来る感じですかね。はい。ここの場所の来方ですが、冬は、ビーナスラインじゃないや。美しが原に向かう道路が冬季閉鎖ですね。あと、旧道の142号も今、崩落しちゃって、通行止めになってるんですね。ですので、国道142号沿いの、駐車スペースに車を止めて、そこから、登山道で上がってくるか、または、崩落した142号ですね。崩落つっても人間とスキーは歩けますので、旧道の142号沿いを通って、この美しが原に来る。この目の前の道路ですよね。ずっとスキーにシールつけて、シール歩行で来るっていう方法もあります。どっちがいいのか、どっちでもいいと思うんですけども、どうせハイクアップするんだったら、もう一気に、142号沿いの駐車場から登山道でバーッと、この中山道の峠ですね、ここまで上がってきちゃってもいいかなとは思います。中、ちょっとだけ、中入ってないですけども、もう窓が壊れちゃってるので、その窓から中覗き込んでみました。レンタルスキーとかブーツとか、カービングになる前のいわゆる竹槍スキーですね。ああいうのは残ってたのでちょっとびっくりしました。これはきっと、スキーのリフトは、法的な理由で、撤去したんでしょうけど、それ以外残ってますよね。この、衝突防止のとか。これスキーですよね。ストックとか、あとブーツも全部残ってますよね。はい、これはもう価値がないから、参拝ですよね。はい。昔のですね。こんな感じでバックカントリースキーの動画出してます。冬に向けてどんどんバックカントリーのスキー出すので、チャンネル登録お願いします。これ下の駐車場ですね。駐車場、すごく広いですね。元スキー場なので、キャパシティいっぱいあります。これ便利ですね。登山、三峰山のお茶屋さんの駐車場ってすごい狭いんですよね。すぐいっぱいになっちゃうんですよね。
ですので、ここの駐車場は、三峰山のお茶屋さんの駐車場が満車になってそうな時には、ここの、和田峠スキー場のところに車止めて、まあ歩いて1時間、もうちょっと軽くですかね、ぐらいで三峰山に行けますね。なので穴場の駐車場としても使えるかもしれないですね。この、国設和田峠、元国設和田峠のスキー場の駐車場ですね。さすが元、スキー場なので、キャパシティが大きいですね。はい。ぜひチャンネル登録お願いします。冬に向けてバックカントリーの動画出します。